やりたいことが見つからない。人生の意味がわからない。成功しているはずなのに虚しい。これは21世紀の私たちの心の声だ。人類はかつてないほど長く生きるようになり、選択肢は限りなく広がり、欲しいものはほぼ手に入る時代を生きている。それなのになぜ私たちはこれほどまでに自分の人生に確信が持てないのだろうか。SNS を開けば他人の人生がきらびやかに流れていく。比較する材料が無限に増えた。何が成功なのかわからない時代になった。そんな時代に私たちは静かに問い続けている。どう生きれば後悔しない人生を生きることができるのだろうかと。ここに一人の男がいる。名を吉田松陰という。彼はわずか30年でこの世を去った。処刑された。罪は幕府の老中の暗殺計画を立てたこと。しかし不思議なことに彼の死から10年も経たないうちに日本という国そのものが変わった。明治維新を動かした中心人物、伊藤博文、山縣有朋、高杉晋作、久坂玄瑞、彼らはすべて松陰の弟子だった。わずか1年余りの教育で彼らは日本を作り変えた。松陰自身は獄中で自分のことを21回孟子と呼んだ。意味はこうだ。生涯に21回命を懸けて行動を起こす。なぜ彼はそのような覚悟を立てたのか。なぜ30年で死んだ男が後世にこれほど深い影響を残したのか。そして彼の生き方は現代を生きる私たちに何を教えるのか。今回は吉田松陰の30年をたどっていきたい。きっと見終わる頃には一つの問いがあなたの心に残るはずだ。あなたは今何に誠を尽くしているかと。これは後悔しない生き方を紐解いていく物語である。時は文政13年、西暦1830年、夏の終わりの長州萩城下の松本村。一人の男の子が生まれた。これが杉百合之助の次男、名を虎之助。杉家は家禄わずか26石の下級武士の家だった。武士とは名ばかりで実態は半農半士。彼は父や兄と一緒に毎日畑を耕さなければ食べていけない暮らしだった。彼の母のタキは優しく、そして賢い女性だったと伝えられている。杉家は貧しかった。それでもタキは嫁いだ日からこう決めていた。今日から毎日お風呂を沸かすと。夫である百合之助は反対した。それは身分不相応だ。薪がもったいないと。しかしタキは譲らなかった。貧しさのあまりに心まで貧しくなってしまってはどうしようもない。温かい湯に浸かれば心も温まる。そうすれば翌日もまた頑張る気持ちが生まれる。これが虎之助、後の吉田松陰が育った家の空気だった。苦しい家計の中で母は優しさで家族を支えた。父の百合之助は寡黙で真面目で潔癖な人だった。畑仕事の合間、子供たちに本を朗読させた。草を取りながら四書五経を素読した。夜も内職をしながら兄弟に本を読ませた。虎之助は薪を背負って山道を歩きながら本を開いて読んだ。彼の人生は5歳の時に突然変わる。叔父の吉田大輔が家督を継がせるために虎之助を養子に迎えた。吉田家は長州藩の山賀流兵学士藩を代々務める家、名門だった。ところが翌年、なんと養父の大輔が29歳の若さで急死してしまう。この時虎之助6歳、吉田家第8代当主が誕生した。幼すぎる当主には教師が必要だった。その役を担ったのがもう一人の叔父玉木文之進である。
文之進の教育は苛烈だった。ある日、虎之助が本を読んでいる最中、顔に留まった蚊を手で払った。その瞬間、玉木文之進は虎之助を殴り倒した。理由はこうだ。ここで本を読むことは公の行いである。法を書くことは私の行いである。公務の最中に私事を優先することを許してはならない。公私混同を許せば、いずれ私利私欲を貪る人間になると。玉木文之進が虎之助に叩き込んだものは何だったのか。一つは山賀流兵学の骨格である。日々繰り返される素読と暗唱。虎之助はまだ字を覚えたばかりの年齢で、難解な漢石を何度も繰り返し声に出して読んだ。意味がわからない箇所もまず丸ごと頭に入れた。それが後の松陰の膨大な学問の土台となる。もう一つは武士の倫理である。本を読むときは本を読むことだけに集中せよ。読書中に頬を書くことを許せば、やがて勉学中に自分の都合を優先する人間になる。託仕事を優先する人間は藩のためにも国のためにも生きることはできないと。そして最も深く叩き込まれたのはこういう思想だった。学問は自分のためにあるのではない。学問は藩のために、国のために、公のためにある。玉木文之進はこう言った。己を捨て公のために生きろと。まだ幼い虎之助の体は痛みを覚えた。しかし彼の魂には一つの軸が植え付けられていた。私を超えて公に生きる。その軸は彼の生涯を貫くことになる。9歳。この年、長州藩の藩校明倫館の兵学士範見習いに就任。11歳。長州藩藩主毛利高親の御前で武教全書を講義した。11歳の子供が藩主の前で堂々と兵学を講じる姿に高親は感激したと記録されている。萩の城下ではこうささやかれるようになる。松本村に天才ありと。13歳の時、長州藩は関ヶ原の戦い以来343年ぶりの大規模な軍事演習を実施した。その時、西洋艦隊撃滅作戦演習の指揮を執ったのは13歳の虎之助だった。先団は双葉より芳しという言葉がある。先団という香木は双葉の頃からすでに芳しい香りを放つ。優れた人物は幼い頃からその才の片鱗を見せるという意味である。虎之助はまさにそういう少年だった。虎之助には常にそばにいる特別な人物がいた。2歳上の兄梅太郎である。後年、妹は2人をこう語っている。見る者が羨ましくなるほどに仲の良い兄弟だったと。出かける時も帰る時も一緒。寝る時は一つの布団に入った。たまに別のお膳で食事を出すと、二人は一つの膳に並び替えて向かい合って食べた。虎之助は影が形に沿うように兄に従った。兄の言いつけに逆らったことは一度もなかったという。家族の温かさと叔父の苛烈な教えと、この厳しさと愛情の間で一人の魂が芽吹いていった。しかし虎之助の運命は彼自身の家族のもとにとどまらせはしなかった。やがて彼は家を出る。命を懸けて世界を見ようとする。20歳の夏、松陰は藩主毛利高親に願い出て九州への遊学に出発した。長崎で彼は初めて見た。オランダの蒸気船を。真っ黒な鉄の塊が煙を上げて海を進む。その船は帆を張らずに風に逆らって進んでいく。松陰はその船に乗った。生まれて初めてスープとパンを食べた。日本にはない味だった。その時彼は気づいたのだ。ただ船が違うのではない。
食べるものが違う。作るものが違う。知っているものが全く違う。平戸では葉山早苗の下で山賀流兵学を学んだ。葉山の書棚で彼はある書物を手に取る。アフヨーイ文。これは清国がイギリスとのアヘン戦争でなすすべもなく敗れた記録だった。ページをめくるたびに松陰の手は震えた。東洋の大国が西洋の小国にいとも簡単に敗れていく。彼らは領土を奪われ、市場をこじ開けられ、貿易を強要されていた。日本も同じ道を歩むのではないか。帰国した松陰は危機感に駆られて江戸へ向かった。そこで彼は佐久間象山に師事する。象山は当代随一の蘭学者だった。東洋の道徳、西洋の芸術、これが象山の思想だった。ここでいう芸術とは現代の私たちが思い浮かべるアートのことではない。芸術、つまり実用の技術、実用の学問のことを指す。医学、法術、航海術、工学、そういった実際に手を動かして社会を作るための学問、すべてを含む言葉だった。東洋の倫理を保ちながら西洋の技術を取り入れる。それが日本の生きる道だと。象山は松陰にこう語った。宇宙に実理は二つないと。西洋人の発明する学術は要するに皆実理であると。これはある種の革命だった。日本人にとって西洋は異的、つまり野蛮人だった。しかし象山はそうではない。彼らは真理を捉えていると言った。松陰の世界観は根本から塗り替えられていく。22歳の冬、松陰は宮部定蔵らと東北遊学を計画した。水戸、会津、津軽、海岸防備の実態を自分の目で見るためだった。ところが出発の直前、通行手形の発行が間に合わない。藩の手続きが約束の日に間に合わないのだ。松陰は悩んだ。この手形を待てば約束を破ることになる。出発すれば脱藩。それは史跡を剥奪される重罪である。彼は決めた。友との約束を破ることの方が罪深いと。そして彼は手形を持たずに江戸を発った。東北の旅は彼に多くを見せた。水戸では相沢正司祭を訪ねて尊王攘夷の思想に深く触れた。会津では藩校、日清間の教育システムを絶賛している。津軽ではロシア船が頻繁に出没する海岸を実地で視察した。特に米沢で見たものは彼の心を打った。そこには誰も見ていない無人の販売所、防空商があった。店番がいないのに客は代金を置いて商品を持っていく。ここでは誰もごまかさない。誰も盗まない。松陰は書き記した。教育が行き届いている。さすがにご家柄だと。人が信頼で動く社会がある。法でも監視でもなく信頼で動く。それは彼の理想の社会像となった。それこそ彼が脱藩という重罪を犯してまで見たかった景色だった。しかし江戸に戻ると彼を待っていたのはその信頼ではなく罰だった。脱藩の罪により史跡剥奪、世禄没収、裏切った者として裁かれる。しかし藩主毛利高親の恩情で10年間の諸国遊学が許された。恥ずべき罰ではなく、これからもなお学べという藩主の信頼だった。米沢で出会った信頼が巡り巡って彼自身の上にもう一度かけられた瞬間だった。松陰は再び動き出す。彼の学びの姿勢を後に彼自身が一つの言葉に込めた。肘聴目。目と耳をできる限り遠くまで飛ばせ。書物だけでは世界はわからない。自分の足で歩き、自分の目で見て、自分の耳で聞け。彼は実際に歩いた。21歳から5年足らず、
北は青森から南は長崎まで、九州を皮切りに江戸へ東北へ各地を遊歴し、知識人と交流した。その間に松陰が歩いた距離は1万3000キロ。日本列島を端から端まで何度も往復した計算になる。書物だけでは世界はわからない。その思想を彼は自分の足で文字通り証明していた。それが22歳の松陰が建てた学問の流儀だった。嘉永6年、西暦1853年6月3日、ついに浦賀の沖に4隻の艦隊が現れた。ペリー提督が率いるアメリカ東インド艦隊、黒船である。この時世界は激しく動いていた。イギリスはすでにインドのほぼ全土を植民地に組み込んでいた。清国はアヘン戦争で敗れ、香港を奪われ、開港を強要されていた。西洋の列強は次々とアジアの国々を自らの市場と支配下に置いていった。そしてその波は日本へと近づいていた。鎖国を続けてきた極東の島国へ。砲を受けた松陰は直ちに浦賀へ駆けつけた。そこで彼が見たものは彼の想像をはるかに超えていた。巨大な鉄の船体、煙突から立ち上る黒煙、甲板に並ぶ数十門の大砲、何よりその圧倒的な静けさだった。日本の沿岸警備の船は慌てて漕ぎ回っているのに、黒船は微動だにしない。余裕すらある。これでは戦えない。このままでは清国の二の舞だ、そう思った。松陰は悟った。普通の人間であればその悟りは一つの思いで終わる。しかし松陰は違った。彼の中には一つの原理があった。知行合一。知って行わないことは知らないことと同じ。これはもともと明の思想家応陽明が唱えた陽明学の根本思想である。松陰はこの一句を自分の生き方の芯に据えていた。危機を知った。それならば行動しなければならない。そして一つの決意を固める。アメリカに渡ろうと。敵の国に自分の足で行って自分の目で見る。そして戻ってきて日本を作り直す。これは当時の日本人にとってほとんど狂気の発想だった。鎖国の禁を破れば死罪。しかし松陰の師である佐久間象山は賛同した。象山自身も若き日に密航を志した男だった。死の沈黙の応援を受けて松陰は動く。翌年、安政元年3月、ペリーが日米和親条約締結のために再び来航した。今度は下田の沖だった。松陰は弟子の金子重之助と共に下田に向かった。3月21日の深い夜、二人は海岸につながれていた漁民の小舟を盗んだ。波の高い夜の海を自分たちの腕で漕ぎ出した。真夜中の海、真っ暗な水面の向こうに巨大な黒い影が浮かんでいる。彼らはミシシッピ号の船体に漕ぎ寄せた。甲板から米兵たちが彼らを見下ろしていた。二人は声を上げた。乗せてくれと。しかし米兵たちは銃を構え首を振った。こちらの船ではないと身振りで彼らは追い払われた。ミシシッピ号はペリー提督が乗る旗艦ではなかったのだ。次に彼らは旗艦ポーハタン号へ漕ぎ寄せた。はしごを伝ってようやく甲板に登った。松陰は漢文で書かれた一通の書面を取り出し、通訳官サミュエル・ウィリアムズに手渡した。当以上密航の嘆願書である。名前は偽名を使っていた。ペリーは彼らを見た。それは痩せた貧しい身なりの二人の日本人。しかしその目には強い光があった。ペリーは後に報告書にこう記した。
教養ある日本人だったと。彼らは激しい知識欲を持っていたと。そしてこう結んでいる。日本の将来になんと希望に満ちた期待が開けていることかと。しかしペリーは彼らを乗せはしなかった。締結したばかりの和親条約を危険にさらすわけにはいかなかったからだ。二人は艦から降ろされた。しかし彼らが乗ってきた小舟は潮に流されてもうそこにはなかった。すべての荷物が海の向こうに消えていた。二人は艦の上で頼んだ。せめて岸まで送り届けてほしいと。ペリー側はそれを受け入れた。彼らを米軍のボートに乗せ、夜の海を渡って下田の浜辺まで運んでくれた。二人はずぶ濡れのまま岸に降り立った。すべては消えていた。荷物も未来も。この時、松陰は隠れることもできた。逃げることもできた。しかし彼は選ばなかった。私は主君に迷惑をかけるわけにはいかない。彼は言った。そして二人は自ら下田奉行所に自首した。護送される途中、松陰は一首の歌を詠んだ。かくすればかくなるものと知りながら、やむにやまれぬ大和魂。こうすればこうなる。つまり罪に問われ罰せられる。そう分かっていながら、それでも止められなかった。心の中の抑えきれない大和魂が私を動かしたのだ。松陰は江戸の伝馬町牢屋敷を経て萩に送還された。そして野山獄に入れられた。老中安倍正弘の反対により彼は死罪を免れた。彼の人生はここからもう一つの段階に入っていく。この牢の中で一人の男が覚醒する瞬間が近づいている。安政元年10月、吉田松陰24歳、野山獄に収監される。ここから1年2ヶ月、彼は牢の中で生きることになる。それが決まっていた。普通の人間なら絶望する場所である。鉄の格子に閉じ込められ、自由を奪われ、未来を見失う場所。ここでほとんどの囚人はただ時間をすり減らしていた。しかし松陰は違った。彼は決めた。ここを福道に変えると。獄を福道、幸福の場所に変えてみせると。彼はまず本を読み始めた。1年2ヶ月の間に松陰が読んだ本の数は600冊を超える。朝も昼も夜も彼は読み続けた。本を読むだけでは満足しなかった。彼は囚人たちに講義を始めた。まず孟子を講じた。この時囚人たちは最初戸惑った。盗み、暴力、詐欺、罪を犯してここに送られてきた男たちがなぜ儒教の古典を学ぶのか。しかし松陰は彼らを囚人として扱わなかった。彼はこう信じていた。人に賢愚ありといえども、おのおの一二の才能なきはなしと。人には賢い者も愚かに見える者もいる。しかし誰にだって一つや二つ必ず長所があると。松陰は一人一人の囚人を見つめた。富永幽林には学問の才を見た。後にこの男は出国後松下村塾の教授となる。俳人だった高須久子とは俳句を通じて交流した。松陰自身も囚人たちから学んだ。このように俳諧を書道をそれぞれの分野で彼らから学んだ。牢は教え合いの場になった。驚いたことに官士たちまでもが松陰の講義を聞きに来るようになった。こうして獄中の風紀は一変した。ある夜のこと、松陰は夢を見た。夢の中に一人の神なる人が現れた。神なる人は一枚の名刺のような紙を松陰に差し出した。そこにはこう書かれていた。
21回申しと。松陰は目覚めた。そして考え始めた。この21回申しとは何だ。そして彼は気づいた。自分の通称は虎次郎。虎の徳は孟。つまり神なる人は彼に告げていたのだ。お前は生涯に21回孟を発する死となれと。松陰は震えた。これはただの夢ではない。天が自分に告げているのだ。ここから彼は自らを21回孟子と号する。彼は数えてみた。これまで自分は何度命を懸けて孟を発したか。1度目は東北への脱藩。2度目は藩主への無許可上書。3度目は下田での密航未遂。すでに3度。あと残りは18回。彼の中で新しい人生が始まっていた。それは時間の中で生きる人生ではなかった。回数の中で生きる人生だった。あと18回。その一回一回に命を懸ける。これが松陰の人生哲学の根本である。松陰は自分自身にもう一度問うていた。人としてどう生きるべきかと。その問いに対する彼の答えはすぐ外の世界で形を取り始める。安政2年12月、松陰は牢から出ることを許される。ただし実家杉家での幽閉。この間外に出ることは許されない。しかし彼は止まらなかった。18回の孟はこの時すでに始まっていた。外には出られない。だが外にはすでに彼の名が広がっていた。野山国での1年2ヶ月。あの牢の中で囚人にまで講義を続けた男。その評判は獄の壁を越えて萩の城下に伝わっていた。幽閉が解かれたと聞いて近所の若者たちが集まりだした。教えを請うために杉家の門を叩き、松陰はそれを迎え入れた。わずか3畳半ほどの幽囚室に家族と親族、そして近所の若者を集めて彼は孟子を講じた。1人、2人、3人、いつの間にか家の一室では人が入りきらなくなった。安政4年11月、杉家の敷地内にあった8畳一間の小屋を改装して松陰は塾を主催した。この塾の名は松下村塾。もともと松陰の叔父玉木文之進がこの場所で開いていた塾だった。松陰がその名を引き継いだのである。この松下村塾には月謝もなかった。入会金もなかった。そして身分の制限もなかった。これまで長州藩の藩校明林館は武士しか入れなかった。しかし松下村塾は農民も町民も足軽も誰でも受け入れた。ただし松陰が塾生に求めたものが一つだけあった。それは志である。身分でも知識でも年齢でもない。どんな人間になりたいかというただ一点だった。松陰はこう書き残している。志を立ててもって万事の源となすと。すべての実践は志を立てることから始まると。身分は問わない。しかし志のない者は入塾できなかった。ここで松陰は人を育てた。わずか1年余りの間にこの塾に入ってきた若き弟子たちの顔ぶれはこうだ。19歳の高杉晋作、18歳の久坂玄瑞、17歳の伊藤博文、20歳の山形有朋、16歳の吉田と島郎、20歳の入江久一、22歳の前原一成、14歳の品川彌次郎。彼らは皆後に明治維新を動かす男たちとなる。でその多くが
明治政府の初代閣僚となり近代日本を作り上げる。なぜたった1年余りでこれほどの人材が育ったのか。松陰の教育法にその秘密がある。松下村塾には決まった時間割がなかった。いつも塾生が来ればいつでも授業が始まった。塾生は家計を支える仕事や藩への公務を抱えていた。来られる時に来て学んだ。午前中は近所の子供たちに読み書きを教えた。午後は式や春秋差し伝を用いて時局を弁論した。そして夜になると塾生たちは教科書を閉じた。夜は自由奔放な時事談義の時間だった。松陰は講義の形を取らなかった。教託を置かなかった。弟子と一緒に動き回りながら議論した。彼は自分のことを僕と呼んだ。弟子のことを君と呼んだ。僕はこう思う。君はどう考えると。師と弟子は対等だった。これは当時の身分社会では革命的なことだった。伊藤博文は足軽の家の出身だった。本来なら学問の場には入ることすら許されない身分だった。入塾した当初、伊藤は塾の中に入ることを遠慮し、都外で立ったまま聴講していたという。それでも松陰は彼を見ていた。そして伊藤についてこう評した。終戦の才ありと。政治的な調整能力があるという意味である。そして伊藤にこう言った。君は将来大物の政治家になるだろうと。足軽の出の少年に君と呼びかけ、将来大物の政治家になると告げる人間が当時の日本に他にいただろうか。伊藤博文は後に初代内閣総理大臣となる。久坂玄瑞は藩医の三男だった。入門前、彼は自分の主張を書いた手紙を松陰に送った。若き春英として自負もあった。松陰の返事はこうだった。君の議論は浮ついている。資料が浅い。何より実践を伴わない言葉は無用だ。容赦のない否定だった。しかしこれは突き放すための言葉ではなかった。本気で君と関わるという宣言だった。久坂はそれを受け止めた。そして塾に入門した。入門した久坂を松陰は評した。傍聴年少、第一流の才気ある男と。長州地方の若者の中で最も才ある者という意味である。松陰は自分の妹文を久坂に嫁がせた。最愛の弟子に最愛の妹を託したのである。高杉晋作は上司の家の出身だった。気性が荒く、最初は学問への興味も薄かった。松陰はわざと久坂を褒めて高杉に競わせた。すると高杉の才能は爆発的に開花した。後年高杉はこう振り返っている。わしは生まれつき気性が荒く手のつけられん男だった。そのわしをまっすぐに信じ、まっすぐに叱ってくれたのが松陰先生じゃと。塾生たちにはそれぞれの個性があった。松陰自身の姿は決して立派なものではなかった。顔には闘争の跡が残っていた。そして痩せていた。髪は2ヶ月に一度しか整えなかった。服はいつも一丁羅だった。酒もタバコもたしなまなかった。食事は塾生たちと同じ粗食だった。講義が食事のために中断されることを嫌った松陰は塾生たちに食事を提供することもあった。あり合わせのものだったが、来客にもお腹いっぱい食べてもらえるように心を配った。人の世話のためなら自分のことは後回しだった。塾舎が手狭になった時には塾生の中谷章介が設計をした。松陰と塾生たちは共に汗を流して増築した。8畳一間に10畳半、4畳半、
3畳の部屋を増築し、土間も中2階も加えた。これはただの増築工事ではない。師と弟子が同じ汗を流す光景、それ自体が彼らの教育だった。ある日のことを、品川彌次郎が塾の屋根の上で作業をしていた。うっかりして松陰の顔に泥を落としてしまった。この時塾生たちはぎょっとした。松陰先生に泥を落としてしまった。しかし松陰は大笑いした。君は師の顔に泥を塗ったな、と。それから後も松陰はこの出来事を嬉しそうに語り続けたという。この松下村塾はただの学問の場ではなかった。人として生きるとは何かを共に問い、共に答えを探した場所だった。松陰は塾の意味をこう書き残している。学は人たるゆえんを学ぶなり、塾かかり来るに尊名をもってす。学問とは人としていかにあるべきか、いかに生きるべきかを学ぶことだ。だからこそ私はこの塾の名前に村の名前を冠した。誇りと責任をこの村と共に持ちたいと。このわずか1年余りの場所から明治の日本が生まれていく。しかし塾は永遠には続かなかった。松陰の中の18回の門はもう終わりに近づいていた。安政5年、井伊直弼が大老となった。彼は安政の大獄を始めた。時は激しく動いていた。この時幕府は勅許を得ずに日米修好通商条約を締結した。天皇の許しを得ずに外国と条約を結んだ。これには朝廷も反対した。志士たちも反発した。井伊直弼はその反対派を徹底的に弾圧した。公家も藩士も志士も次々と捕らえられ処罰されていく。松陰は激しく憤った。そして決断した。老中真鍋昭勝を暗殺すると。これは真鍋昭勝が京都で勅許を得ない条約締結を朝廷に押し付けようとしていたからである。松陰はそれを止めねばならないと考えた。彼は藩に武器の提供を願い出た。これに藩は驚愕した。そして弟子たちも驚いた。高杉晋作、久坂玄瑞、ほぼ全員が反対した。彼らは口々に言った。先生、時期がまだ早すぎますと。彼らは本気で松陰を案じていた。ついには欠板状を松陰に送り届けた。これは弟子たち全員の血の判を押した強い嘆願書だった。どうかこの計画をお止めくださいと。しかし松陰の返事は有名なあの言葉だった。諸君、狂いたまえ。常識にとらわれるな。自分の信じる道のために狂ったように突き進め。それが松陰の答えだった。松陰は弟子に宛てた手紙の中でこう書いている。私は強者になる。君たちは強者になるな。と。これは矛盾しているように見える。自分は狂え、弟子は狂うな、と言っている。松陰の真意はこうだった。自分の人生はここで燃やし尽くす。だが君たちはまだ生き残らなければならない。日本を変えるために。だから今は狂うなと。これは孤独な決断だった。最愛の弟子たちのほぼ全員から反対された。孤立の中で松陰の信念を支えていた一句があった。孟子李老章のこの一節。姿勢にして動かざる者はいまだこれあらざるなり。誠を尽くせば動かないものはないという意味だ。もし動かないのであれば、それは自分の誠が足りないからだ。誠は天の道である。誠を思うことは人の道である。
松陰の生涯の心情だった。彼はもう一つの哲学を高杉晋作に書き送っていた。死して不朽の見込みあればいつでも死ぬべし。生きて大業の見込みあらばいつでも行くべし。死ぬことが永遠に意味を持つなら今死ぬべきだ。生きることが大業をなすなら生き続けるべきだ。そして安政5年11月、この松陰の計画は藩に発覚した。藩は彼を野山獄に再び収監した。2度目の獄入りだった。牢の中で松陰は絶望した。幕府はもう外国の脅威に抗えない。藩は自分の言うことに耳を貸さない。ならば誰がこの国を救うのか。ここで松陰は一つの思想にたどり着く。草莽屈起、草莽、草の根に隠れた者たち。名もなき民間の志ある者たち。彼らこそが自ら立ち上がるのだ。役人ではない、藩士でもない。ただ志のある者がこの国を変える。これが松陰の最後の答えだった。そして彼は知っていた。自分にはもう立ち上がる時間が残されていないことを。松下村塾で共に学んだ若き弟子たちに託すしかなかった。翌年安政6年5月、幕府からの命令で松陰は江戸へ送られることになった。萩を出る最後の地点。丘の上に涙松と呼ばれる松並木があった。萩の城下を最後に振り返ることのできるその場所で松陰は一首の歌を詠んだ。帰らじと思い定めし旅なれば、ひとしをぬるる涙松かな。そして表情書への護送が始まる。これが彼の最後の旅だった。安政6年7月、江戸の表情書、吉田松陰29歳。ついに幕府の取り調べが始まった。実は幕府が松陰を江戸に呼んだ理由はそれほど重いものではなかった。京都で活動していた梅田雲賓という志士と松陰があったかどうかを確認するため、それだけだった。松陰の主張も幕府の役人は認めた。一旦は徴収判定に返されるはずだった。しかしここで松陰は信じられない行動に出る。彼は自分から真鍋昭勝の暗殺計画を告白したのだ。役人は驚愕した。そんな計画があったとは全く知らなかった。なぜ松陰は隠せばよかったことを自ら明かしたのか。劉根録第3章で彼はこう書いている。私は生激烈にして賭場に短し、私は激しい性格で口先でごまかすことはできない。彼はもう一つの理由を書き残している。自分の正義を伝える絶好の機会だと彼は考えたのだ。私は間違っていない。日本を救うために行動した。それをまっすぐに幕府に伝えれば分かってくれるはずだと。松陰は人間を絶対的に信じていた。そして自分の誠が伝われば相手は必ず動くと信じていた。しかし現実はそうではなかった。幕吏はこう叱責した。非戦の身で国家の大事を偽するとは不届きであると。松陰の返事はこうだった。ここをもって罪を売るは万々辞せざるところなり。ここで罪に問われることは私は辞退しない。それは覚悟の上であると。そして死罪は確定した。伝馬町牢屋敷の独房。彼は悟った。私はここで死ぬのだと。劉根録第7章にはこう書かれている。さらに生を願うの心なし。もう生を願う気持ちはない。
平勢学問の力を発揮して覚悟を決めたと。10月25日、松陰は紙と筆を手に取る。そして書き始めた。署名を流魂録と名付けた。魂をとどめ置くための記録。冒頭に彼はこう書いた。三輪たとひ、武蔵の延べに口ぬとも、とどめをかまし、大和魂。たとえ私の体がこの武蔵の地で朽ち果てようとも、大和魂だけはこの世にしっかりととどめておきたいという意味だ。その下に彼は署名した。10月年5日21回申しと。年5日とは25日のことである。そして筆を進めた。第1章。私の心は去年から何度も移り変わったと書き始め、自分が孟子の至聖を信条としてきたことを改めて述べる。第8章で彼は自身の死生観を書き残した。現代の言葉に訳す。私が今日死を覚悟して心が穏やかなのは四季の循環というものを考えたからだ。農民を見てみてほしい。春に種をまき、夏に苗を植え、秋に刈り、冬に蓄える。秋になり、冬になると人々は皆その年の収穫を喜ぶ。酒を作り、甘酒を作り、村中に歓声が満ちる。誰も収穫の時期が来たことを悲しむ者はいない。私は30歳になる。何一つ成し遂げずに死ぬのは、稲がまだ実る前に枯れるようなもので惜しまれるかもしれない。しかし、この私自身の立場で言うなら、これもまた実りの時なのだ。なぜ悲しむ必要があるだろうか。人の寿命は決まっていない。稲が必ず四季を経るのとは違う。10歳で死ぬ者には10歳の中にそれなりの四季がある。20歳で死ぬ者には20歳の中にそれなりの四季がある。30歳で死ぬ者には30歳の中にそれなりの四季がある。50、100まで生きる者にはその中にそれぞれの四季がある。四季はすでに備わっている。また花を咲かせ、また実をつけた。人生の長さではない。密度なのだ。彼は家族のためにもう一通別の手紙を書いていた。それが永訣書、最後の別れの手紙である。両親と兄に宛てた手紙の中に彼は一首の歌を書きつけた。親思う心に勝る親心、今日の訪れ、なんと菊蘭。子が親を思う気持ちよりも、子を思う親の気持ちの方がはるかに深い。今日、私が処刑されるというこの知らせを、親はどんな思いで聞くことだろうか。松陰は自分の死を悲しんではいなかった。ただ両親を思っていた。10月26日の黄昏、流魂録完成。巻末に彼は時世として五首の歌を記した。その冒頭の一首はこうだ。心なることの草草書き置きぬ。思い残せることなかりけりと。心に残ったあれこれを書き残した。もう思い残すことは何もない。翌10月27日朝10時ごろ、伝馬町牢屋敷の刑場。松陰は刑場に座った。動揺はなかった。完璧な落ち着きを保っていた。役人に向かって深く一礼した。そして口を開いた。ご苦労様と。そう言ってから悠々と首を差し出した。そして刑が執行された。吉田松陰享年29。10月29日、木戸孝允、伊藤博文、飯田正悪、小寺親之丞ら当時江戸にいた松陰の弟子たちが
松陰の遺体を引き取りに来た。遺体はひどい扱いを受けていた。木戸孝允は自分の羽織を脱いで松陰の遺骸に着せた。千手開口院小塚原の地に葬った。この時弟子たちの涙が止まらなかったという。松陰の流魂録は2通作られていた。この1通は弟子の飯田昌伯を通じて長州の松下村塾門下生に届けられた。高杉、草加、伊藤、皆が回し読みをした。そこに書かれた言葉は彼らの心を燃え上がらせた。吉田松陰が世を去ったのは安政6年1859年。明治維新が達成されたのは慶応3年1867年。徳川幕府の終わりがここで訪れる。つまり松陰の死からわずか8年。その8年の間に彼の弟子たちは日本を根本から変えた。高杉晋作は騎兵隊を創設した。身分を問わず農民や町民まで隊に加えた。第二次長州征伐で幕府軍を破った。これが討幕の決定打となった。しかし高杉自身は明治維新を見ることなく慶応3年27歳で結核により世を去った。草加玄瑞は京都で活動を続けた。元治元年金門の変で敗れ24歳で自尽した。入江久一も同じく金門の変で戦死した。吉田利麿は元治元年池田屋事件で新選組と切り合いになり23歳で世を去った。松下村塾の若き俊英たちが次々と明治維新を見ることなく命を落としていく。しかし生き残った者たちが明治の日本を作り上げた。伊藤博文は初代内閣総理大臣となる。大日本帝国憲法を起草した。山縣有朋は徴兵制を確立し近代軍政の祖となった。そして首相にも就いた。松下村塾の出身者は明治政府の中枢に数多く名を連ねた。近代日本の制度設計は彼らの手によって進められていった。彼らは松陰のもう一つの意志も引き継いだ。それは工学教育論である。松陰は解剖の観点から工学教育の重要性をいち早く唱えていた。西洋に対抗するためには自分たちの手で産業を作らねばならないと。その思想は伊藤博文や山尾洋三、いわゆる長州ファイブに受け継がれた。彼らはイギリスに渡って技術を学んだ。そして帰国後工部大学校を設立した。2015年ユネスコは明治日本の産業革命遺産を世界文化遺産に登録した。構成資産の一つとして萩の松下村塾も登録された。松陰の小さな塾が世界遺産になったのはただの観光地としてではない。それは近代日本の産業化を支える人材育成の現場として評価されたのである。そしてここにもう一つ語っておきたいことがある。弟子たちは晩年松陰について何を語ったかということだ。伊藤博文は初代総理大臣となり明治の頂点に立った男だ。彼は晩年こう語っている。私の人生において唯一誇れることがあるとすれば、高山寺挙兵の際に一番に高杉さんのもとに駆けつけたことだと。高山寺挙兵とは慶応元年に高杉晋作が長州藩内の反対派と戦うために挙兵した出来事である。その時伊藤は一番に駆けつけた。それは松陰先生の教えに応えた行動だったと。初代総理大臣の彼が自分の人生で唯一誇れることを松陰の弟子として行動したことと語ったのである。山縣有朋は言動、首相、公爵にまで上り詰めた男だ。明治政府の最高権力者の一人となった。しかし彼は
生涯自分のことを松陰先生門下生と呼び続けた。大正11年、山形は83歳で最後の仕事をした。松陰の生誕地に記念碑を建てる。その日に彼は自ら揮毫した。吉田松陰先生誕生の地碑、門下生山形有朋と。公爵となっても首相となっても彼は自分を門下生と書いた。木戸孝允は藩校明倫館で松陰から兵学を学んだ。彼もまた生涯松陰に対して門人の礼を取り続けた。品川彌次郎は亡き志士たちを忘れなかった。明治維新で命を落とした松下村塾の仲間たちを忘れまいと、彼は京都に尊成堂を建てた。命を落とした志士たちを永遠に顕彰するための場所だった。そしてその地から遠く海を渡って英国にも松陰の影響は届いていた。明治13年、ロバート・ルイス・スティーブンソンというイギリスの作家がいた。後にジキル博士とハイドし宝島を書く世界的な作家である。スティーブンソンはロンドンに留学していた一人の日本人と知り合いになった。その日本人の名は正木泰造。彼は松下村塾の塾生だった。正木はスティーブンソンに師である松陰の生涯を語り聞かせた。ペリーの黒船に乗り込もうとした勇気、野山国の中でも学び続けた知性、弟子たちを対等に扱った教育、29歳で命を燃やし尽くした最後。スティーブンソンは衝撃を受けた。このような男が極東の島国にいたのかと。そして彼は書いた。世界で初めて英語で書かれた吉田松陰の伝記。題名は吉田虎次郎。その中でスティーブンソンは松陰をこう描いた。日本の殉教者的な愛国者と、この一冊が19世紀末の英語圏で吉田松陰の名を広めた。日本の近代化を精神面から支えた英雄として彼の名は世界に知られていった。吉田松陰は生涯にたくさんの言葉を残した。書簡、講義録、論考、その総量は膨大である。しかし彼の思想は究極まで削ぎ落とすと5本の柱に修練する。1本目、志。志を立ててもって万事の源となす。志を立てることがすべての始まりだ。志とは身分ではない、知識ではない。自分はどう生きるかというただ一つの問いに自分で答えることである。すべての行動はここから始まる。そして2本目、知性。知性にして動かざる者は未だこれあらざるなり。誠を尽くせば動かないものはない。誠は天の道。誠を思うことは人の道。誠を尽くせば必ず人は動く。もし動かないならそれは相手のせいではない。自分の誠が足りないのだ。松陰は生涯この一句を信じ続けた。3本目、もうを発する。これはただの蛮遊ではない。思いつきの暴発でもない。松陰は自らを21回申しと号した。生涯に21回命を懸けて行動を起こす。そしてその一回一回に全てを注ぎ込む。死して不朽の見込みあればいつでも死ぬべし。生きて大業の見込みあらばいつでも行くべし。死ぬか生きるかではない。何のために死ぬか生きるかである。4本目、学ぶ。松陰の学問の姿勢を表す言葉がある。肘聴目。目と耳をできる限り遠くまで飛ばせ。書物だけでは世界はわからない。
脱藩してでも密航してでも自分の目で見ることを選んだ。21歳からの5年で歩いた距離は1万3000キロ。野山国の中でも1年2ヶ月で600冊以上の本を読み続けた。学ぶことは生きることそのものだった。5本目、教える。松下村塾の精神はこうだった。人見具ありといえども、おのおの一二の才能なきはなし。人には賢い者も愚かに見える者もいる。しかし誰にだって必ず一つや二つ長所がある。いつも松陰の教育は長所を見つけることから始まった。その長所を信じ、伝え、伸ばす。教えるのではなく共に学ぶ。師と弟子は対等。自分を僕、弟子を君と呼ぶ。これは200年以上前の教育法である。現代の私たちが対話型教育、アクティブラーニングと呼ぶものの原型である。志、姿勢、もう学ぶ、教える。すべては誠を尽くすという一点に修練する。誠を尽くすために命を懸けてもうを発する。これが吉田松陰30年の哲学である。ここまで吉田松陰の30年をたどってきた。幼少期の痛みと愛情、学びへの狂気、黒船を見た日の決断、野山国の中での覚醒、松下村塾のわずか1年余り、網を発した孤独、流魂録、明治維新への接続。松陰は29歳で世を去った。何一つ成し遂げることなくと本人は自分のことを評した。彼自身は自分の人生を稲が実らないうちに枯れたようなものだと書いた。しかし彼の死からわずか8年で日本は変わった。そして世界に彼の名が伝わった。160年以上が経った今、私たちはなお彼の言葉を読んでいる。なぜ30年でこれほどのことができたのか。答えは彼自身の言葉の中にある。松陰は最後に弟子たちにこう書き残した。我を悲しむは我を知るにしかず。我を知るは我が志を張りてこれを大にするにしかざるなり。私の死を悲しむことは私を理解することには及ばない。私を真に理解するということは私の志を引き継ぎ、それをさらに大きく広げることに他ならないと。これは彼から私たちへのメッセージでもある。松陰の生涯を悲しむ必要はない。彼を真に受け取るとは自分自身が自分の志を立てて生きることだ。私たちにはそれぞれの指示がある。それぞれの人生の季節がある。長く生きるか短く生きるかは誰にもわからない。しかし自分が今何に誠を尽くしているか、それは自分で決められる。100年生きても誠を尽くさなければ後悔は残る。30年でも誠を尽くせば後悔はない。冒頭でこう問いかけた。やりたいことが見つからない。人生の意味がわからない。成功しているはずなのに虚しい。これは現代の私たちが抱えている声だった。最後に2つの問いを置きたい。あなたは今何に誠を尽くしているだろうか。あなたが命を燃やす燃はこれまでに何回あっただろうか。残りの人生であと何回それを発する覚悟があるだろうか。吉田松陰は21回申しと号した。あなた自身の申は何だろうか。最後にもう一度彼の自省の歌を置きたい。三輪多とひ
武蔵の延べに口ぬともとどめをかまし大和魂誠を尽くして生きる。それが後悔しない生き方の答えだ。インテリジェンスキュレーターは広大な情報の宇宙から真に価値ある知識を選びお届けします。教養は知性を磨き人生を自由にする。チャンネル登録はこちら。